近じゃないからやっぱり怖いなと思うのは普通なんじゃないかなと思う。はいどうもドクターマスターです。りょうはむさん、はい、薬って本当に効くのとかさ、依存しちゃうんじゃないかとかさ、その精神科の薬に対してさ、ぶっちゃけどう思ってんのかなと。ぶっちゃけですか、ぶっちゃけ通う前は、結構飲んだら終わりなんじゃないかとか、過去20代の頃、20代前半ですね、ネガティブな印象が結構ありました。まあ確かにね。今はないですけど、実際そのなんか体に何か入れると怖いよね。その要は薬ってなんでその風邪薬とかを飲むじゃないですか、だから別にそこっていうよりかその精神に作用する薬っていうイメージがあって、そこが怖いなみたいな。お酒とか怖かった最初。お酒はでもこう小さい頃からやっぱりみんな飲んでるじゃないですか周りが、なんかやっぱりそう身近にあったんで、なんかあんまり怖いなみたいなのはないですね。逆に大麻とかは身近になかったからやっぱりその怖いなみたいな。タバコは比較的身近にありましたよね。怖いなと思う。身近にあるからあんまり怖いなっていうのはないですけど、体にやっぱり本当に悪いっていうんで、まあ良くないなだろうな。分かんないけど、僕はお酒も結構怖かったけどね最初。依存しちゃうんじゃないかと。まあ依存したんだけど結局さ結局依存したんだけどそれはそのなんかご親族の方とかで結構アルコールの飲み方とか付き合いとかでちょっとダメな人がいたっていうことですか？そういうことでもないけどね、言うほどひどいところまでは見てないというか、まあある意味昭和だったからお酒にだらしなくてもなんとなくまあそんなもんかいなみたいな、酔っ払って潰れて寝てるとかね、昔なんかもうね飲酒運転とかがさ田舎とかあったからさ、まあここだけだし、まあそういうのでもな、飲んじゃダメだよなとか言いながらでもなとかいろいろあって、あとはバカになるんじゃないかとかね、お酒とか、まあ今はねもう認知症のリスク上がるとか分かってるけど、まあそういう感じだから、まあしかも身近に飲んでてもちょっとね怖いなと思う人がいるんだから、精神科の薬って飲んでない人も周りにも多いと思うから、身近じゃないからやっぱり怖いなと思うのは普通なんじゃないかなと思うし、あと実際ねその副作用の方が目立つんだよね。太りやすいとか手が震えてるとか、あと薬が飲んでるせいで変になってんじゃないか。実際はそのうつ病の症状とかさ、統合失調症の症状だったりするんだけども、これが薬の影響になってんじゃないかとかね思うわけよ。例えばアトピーとかもそうじゃない。アトピーもさステロイドをしっかり塗ったりした方がさ良くなるんだけどさ、アトピーの薬を塗ってるから調子悪いんじゃないかみたいに思ってる人思っちゃうことってあるんだよね。僕もアトピーひどかった時にさ、これステロイドが合ってないから調子が悪いんじゃないか、だからステロイド塗るのやめた方がいいんじゃないかとかさ、まあ思っちゃうわけよね。それは医学部教育とかさの中にいてもさ、医学部の勉強を受けててもさ、その自分が処方しててもやっぱそう思うんだから、まあみんなそうかなと思うわ。で実際ね抗うつ薬をどれぐらいの人が飲んだら効果があると思う？ちなみに。僕は結構知ってるからあれなんですけど、NNT って知ってる？ NNT って何ですか？ナンバーニーディッドトリーティッドかな、忘れてたけど、つまり薬を飲んだ人と飲まなかった人の中で何人の出てきたら差が出るかっていう一つの指標なんだよ。例えば薬飲まなくても良くなる人もいるじゃない。でも薬飲んだから良くなった人もいるわけよ。じゃあその差って何人ぐらいかって出てくるのかっていうのを指標としてあるんだよね。でね、抗うつ薬の場合は3とか2から5の範囲とか言ったりするんだよ。3人とかね。だから3前後とか言ったりするんだけど、だから薬を飲んだことによっては本当の意味で恩恵を受けるのは3人に1人ぐらいなんだよね。残り3分の2の人からしたらもしかしたら副作用が出ることが多いじゃないですか。副作用出た場合、だからそもそも飲まなくても治った人もいるだろうし、飲んでも治ってない人もいるから、まあそんな感じ。だから3分の1ずつぐらいなんだよね。飲まなくても良くなるのが3分の1ぐらいで、これは何番 NLT とはまた別の話なんだけど、大体ね3分の1の人は飲まなくても良くなる。で3分の1は飲んだから早く良くなる。で3分の1の人は飲まなくても飲んでも良くならないみたいなね、あんまりとか言ったりするけどね。
だから実際ねそういうところあるよね。100人中100人が全員良くなるってわけじゃないし、コンサートとアトモキセチンだとねそれと単純比較はないんだけど、コンサートのと大体2人に1人ぐらいは良くなるって感じなんだよね。でアトモキセチンよりストラテラよりコンサートの方が良くなる。だからストラテラとどっちが飲むかっていった時にコンサートを飲んでる人の方が良くなるんだけど、それの差は 10人に1人ぐらいって言ったりするね。9から19人に1人ぐらいって感じ。これは統計の取り方とかどっからを良くなったっていうふうに判定するかっていうこの微妙な調整スコアの調整によって結構変わるんだけど、そんなもんなんだよねそもそもが。でも飲んでた方が飲まなかった時よりも全体的になんとなく良くなってるイメージはあるから使うってことでもあるけど、って感じかな。あと結局統計的な優位さ出ないのはやはりその精神疾患ってその社会背景の影響がすごくでかいんだよね。例えば同じようなうつ病、同じような脳のダメージを受けたうつ病であったとしても、その人が結婚してるかしないか、家族背景はどうだったのかとか、どんな仕事に就いてるのかとか、親からの援助とか資産的な援助、資金的な援助あるのかないのかで結構治り方全然違うんだよ。だから単純比較はできないし、なかなかって感じですかね。ずっと飲み続けても大丈夫なもんですかね。これもねいろんなことを言うけど、そもそもずっと飲み続けたデータがないっていうのが一つだね。だからどうなるかっていうのは本当の意味では分かんないけども、でも少なくとも5年10年追いかけていった結果そんなに悪くなってないよっていうのもあるし、あとずっと飲むとやばいっていうか、ずっと飲まない方がいいんだけれどもずっと飲まない方がいいけれども飲まない方がいいんだよね。飲まないに越したことはないんだよ。薬なんだからそもそもさ、良くなるんだったら飲まない方がいいんだけど、でももし本当に飲まなかったらもっと悪化するからもっとひどいことになるじゃない。だからそれよりはマシだから飲むっていう発想でもあるよね。だから病気の需要とかその自分の運命の需要とかもすごく重要になってくるし、だから時々増田っていうのはなんか宗教みたいとかスピリチュアルなこと言ってるとか言われるんだけども、でもそこって結構大事なんだよね。精神科臨床の中でこういう心の扱い方とか価値観の持ち方ってすごく重要だから、それが非科学的なように見えるんだけれども、非科学的ではなくてギリギリまで科学でサイエンスでだけどアートな部分で伝えてるっていう感じでも教科書から脱線しないようにはきちんと言ってるっていうことなんだけどね。難しいんだよねここら辺は。分かった。なんか薬やめたら悪化するって、言われたりとかした時にこう依存症とかってあるんですかね。その睡眠薬とか抗不安薬は、あることもあるって言いますけど、睡眠薬とか抗不安薬は依存するよ。お酒に似てるからまず依存性が高いよね。でも逆に言ったらそれぐらいなんだよね。コンサートでさえ依存性ないよね本当に。なんか昔はある言われてたけどあんまり聞かない。いや実際薬理構造上覚醒剤と成分一緒だからあるはずなんだけど、現実的な臨床でコンサートなしだ、コンサーターってあんまないね。だから覚醒剤もね結局その心理的依存というか、覚醒剤を打つことでこうパフォーマンスが出てくるから打たないととかあるし、大量に使うから快感が出てきてほしい依存があるっていうけど、お酒とかの比にはなんないよね。やめやすいというか。そうですね。なんか離脱症状を感じたって人は時々、離脱症状とかはあるけどやっぱりあんまりかな。コーヒーとかアルコールの方がよっぽど依存性が高いよね。あと睡眠薬とかはすごくあるね。確かに抗不安薬とかベンゾ系はね。でも抗うつ薬とか他のやつはあんまないかな。なんだかんだ言ってコンサートもないと困りますって言った人はあんま見たことないね。でもその睡眠薬でさえね、依存性のある睡眠薬でさえそんなにはなんかやっぱお酒ほどはないよね。お酒やタバコほどは。だからその証拠にさ、睡眠薬ないと寝れませんから絶対薬出してくださいっていう患者さんさ、あんまいないもんね。もしさそういう睡眠薬依存とか抗不安薬依存の人がたくさんいるんだったらうちのクリニック儲かって仕方ないわけじゃない。
でしょ。もう増田先生もうほとんど診察しなくていいですから薬だけ出してくださいってなるでしょ。そうなりますか。本当に依存性が高いんだったらさ、そんなに、でもあんまなってないから。そうですか。まあそんなもんだなって感じ、だってお酒だったらさそんな風にはならないでしょ。禁酒法みたいな、禁酒法の時代にさもう法律違反になってもさ飲みたいっていうのはあったけどさ、法律違反になってもいいから精神科の薬出せっていう人はさあんまりいないじゃない。まあそんな感じだよね。まあ、ちょっとはあるけどね、裏でねデパスが回ってるとかね闇ルートであるけど、まああんまりって感じだよね。まあちゃんと飲めば大丈夫なんで、まあしっかり利用してください。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうも。